はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の公式ディスコードおよびテレグラムの方からですね、僕の方で重要なものだと思ったものを抜粋して紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。FXRP を持っている場合、それらを使って何ができるでしょうかという質問ですね。それに対してですね、ネットワーク上の F アセットを保有するだけで FLR を獲得することができますと。で、また、フレアの他の対応アプリケーション内でも、F アセットは使うことができますということで、これ過去にもね、F アセットの話出てきたんですが、一応利回りは FLR で手に入れることができるということですので、一応ね、また強調するために、配信の方をさせていただきました。で、あとですね、他のアプリケーション内でも F アセットを使うことができるので、そちらの利回りに関してはそれぞれね、異なる可能性ありますが、またね、追って情報の出るかと思います。はい、続いてですね、FTSO EU のサイトにあるフレアネットワークスの進捗状況の情報をどなたか解読して、いただけないでしょうかとか、例えば、ピアツコネクトディスツール59とはどういう意味なんでしょうかということで、FTSO EU が提供しているね、フレアの進捗状況のサイトがあるんですよ。で、今回の動画の概要欄の方に元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このフレアディセントレーショントラッキングツールね、クリックしていただければ内容の方を見ることができます。で、このね、ピアコネクトディスツールっていうところは、今ね、現在のバリデータ、観察モードで動いてるバリデータの数で、その下にね、国別に動かしているのがリストアップされているということで、実際見てみるとこういった画面になるんですが、ピア2コネクトトゥディスツール60、現在64になってますかね。で、下見ると、これね、ちょっとね、びっくりしたんですけども、日本でも動いてるんですよね。Go Japan って書いてあるんで、5つのバリデータがね、観測ノードとして日本で動いていると。で、現在また確認してみたら4に減ってたんですけども、まあ、いずれにしろね、日本でも動かしているバリデータがあるっていうことですので、そのね、情報とか出てきたらまたですね、僕の方でも、見ていきたいと思います。はい、で続いて、取引所にはフレアネットワークスに対応するために必要な情報が提供されていますと、でしかし取引所の担当者が知らないと言っている場合は次のガイドを参照してくださいということで、一応ガイドの方が公開されてまして、こちらもねクリックしていただければ見ることができます。ノードのソースだったり、ノードのインストール方法だったりっていうのが書かれてるんですよ。ですので過去ねフレアと統合っていう話があったんですけども、これを見てですね、取引所は対応することになるのかなと思っております。で、担当者が知らないって言った場合ね、このガイドを紹介、すれば、まあ、内容の方は見ることができますよっていう形になります。はい、で続いて、SGB についてまた有用性や価値について一般的なコンセンサスを教えてくださいということで、コンセンサスっていうのは合意されていることですね。で、ソングバードは、フレア上に転換する前にアプリケーションや、フレアの新機能をテストするためのプラットフォームとしての役割を継続し、あとガバナンスの下部組織として機能することが今回のガバナンス提案で、提案されています。で、あとですね、FTSO システムも引き続き運用されますということですので、これが新しい情報かなと思っております。だから、フレアでね、デリゲートももらえるし、ソングバードの方も SGB 預けてデリゲートできるので、2つからで収入を得ることができるようになるっていう形になります。はい、続いて取引所からの、どのようなフィードバックを待っているのでしょうか。例えば30%の取引所が FLR の上場に同意している場合、トークンエアドロップは実施されるのでしょうかということで、過去ね、そのナビゲーションのガイドに取引所からのフィードバックによるっていう文面があったんですよね。そちら何を待ってるんでしょうかって質問で、でフレアには準備の整った取引所の数、あるいは配布する量に関して満たすべき要件があるかもしれませんと。でこれにはトークンを、取引できる準備がね、整っているかどうかっていうのも含まれるかもしれませんと。いずれにせよ、それは私が知り得ない内部情報ですということで、この方ね、フレアを宣伝するモデレーターの方ですので、そこまではね、知らないんですけども、そういったね、満たすべき要件っていうのがあるのかもしれないっていう形で、フィードバックね、取引所と連絡し合ってるのかなと思います。はい、続いてバリデータは、まだゼロです、この状態で配布は可能なのでしょうか。なぜ進捗状況を発表しないのですかということで、観測ノードは検証ノードと全く同じなんですが、観測ノードは、検証セットの一部とならない限り新しいブロックを作成することはできないようです。で、観測、から検証への変更はフラグを立てるだけなので、今はゼロですが、すぐに必要な数に到達しますということで、これフラグっていうのはね、コンピューター用語で0から1にね、切り替えるだけの単純な手順のことを指します。だから、まあ、スイッチでオンオフする切り替えパチッとね、切り替えるぐらいの手順になるかと思います。だから観測ノードからバリデータのノードね。だからフレアが5を出せばすぐにパチッと切り替えられるようなイメージになっているかと思います。
はい、続いて SGB で観測ノードを動かして、フレアで検証ノードを動かすのがベストコースとおっしゃってましたねということで、ステップ1ではフレア上で、ソングバード上で観測ノードとデータプロバイダーサービスを実行しますと。これは、現在フレア上でバリデータノードを実行するための要件となってますと。だからフレアでね、バリデータを動かすためには、ソングバードで、観測ノードとあと FTSO のサービスを、提供していかなきゃいけないらしいんですね。だから、ソングバードの FTSO のデータプロバイダーがそのままフレアに来るようなイメージですね。もちろんフレアで動かしたいと思った場合は。だからいきなりフレアで、試すことはできないって形で言っております。で、はっきり言って私たちは、ソングバードで動かしているノードは観測ノードだけですということですね。はい、続いて、暗号の価格フィードを見ましたが、更新頻度や取引所の API フィードに、近い速度を知りたいです。私は、市場のセンチメント分析にそれを使用することを計画しており、これはフィードが私のニーズに合わせ十分に信頼でき、高速であり実行可能なソリューションになる可能性がありますという、これね、ちょっとね、難しくて何言ってるかわからないと思いますが、フレアの方にはね、開発者チャンネルって言って、チャンネルも設けられてるんですよ、ディスコードの方に。そちらで、ね、ちょっと面白いなと思ったものがあったので、ちょっと抜粋させていただいたんですけども、これに対してですね、FTSO のデータプロバイダーは3分ごとに新しいデータをネットワークに送信しますと、これが更新頻度になりますということで、理論的にね、24時間のローソク足チャートを作るとして、24時間だと1440分ですよね。だから3分ごとだと480足、データポイントを作成して、センチメントを日々ね、センチメントで利用することができますので、うまくいく可能性がありますということで、そういったね、ものを提供して開発していると。で、フィードっていうのは価格フィードっていうのは価格のデータの一連の配信のことになります。で、センチメント分析は、SNS とかのね、投稿で今相場が強気なのか弱気なのかっていうのをね、分析する手法になります。だからいいね、コメントをしてる人が100いて、悪いコメントを人がね、10いたら、今強気に動いてるよと。だからそれを、それと合わせ持って、このね、フレアの価格を3分ごとに見てって、その価格との市場予測をしていくような DAPS とかがね、今後開発されていく可能性があれば、またね、フレアの価格を細かくね、予想することができるようになってくるのかなと、そのね、SNS のセンチメント分析と合わせて。で、これはね、ちょっと面白いかなと思っております。はい、続いてタワー2の頂上に位置するフレアビルに近づくソングバードに乗り込みますかというメトロポリスワールドですね、メタバースのフレアのものになりますが、そっちがまた講習の方ありましたので、画像の方を投稿されてまして、このフレアって書かれているビルですね、それを上から眺めているような形で絵が撮られてます。ソングバードに乗り込みますって、ソングバードがまた多分鳥のアイコンになるので、それから乗ってね、上から眺めているようなイメージで配信してるんですかね。これもね、徐々にまた展開していくかと思いますので、こちらがね、またどういった使い方ができるのかっていうのは僕の方でまた追っていきたいと思います。はい、で続いて、ベータ開始後は、こちら最後ですね、FTSO でもバリデータを実行できるんですよねということで、すべてのバリデータは FTSO データプロバイダーのサブセット、だから2つともね、バリデータだけはできないと、FTSO データプロバイダー価格を送信しないといけないと。ただ観測ノードに関しては誰でも実行できることができると。でもう少し詳しく説明してくださいということで、誰もがデリゲート、バリデータノードを実行できるわけではないということですかということで、それは正しいと。当初は、先ほども言いましたが、ソングバードの FTSO データプロバイダーしかバリデータノードオペレーターができないということですね。みんなに開放されるのはいつということで、その点についてはまだ触れられていないと。でも、今ではね、今は誰でもソングバードの観測ノードとシグナルプロバイダーを動かすことがね、特に条件なしでできるんで、どんどん進んでいくことができますよということで、でね、このバリデータだけやるっていうのは僕はちょっと技術的に詳しくないんで、どういったメリットがあるのかわからないんですけども、バリデータだけですと、そのブロックチェーンに記録されているデータの内容が、正しいかどうかを検証するノードだけのことで、で、ブロックチェーンをね、稼働させるために重要な役割に担っておって、記録されるデータが正しいものを検証する、ものだけですので、それによって報酬が生まれるってことはちょっと考えにくいかなと。FTS をプロバイダーで価格を送信して報酬を手に入れることができますので、まあそれに関してもソングバードでね動かしている人しかできないという形にはなっております。はい、じゃあここまでがね、直近の情報になります。で僕の方でですね毎日フレアの情報を精査してですね、できるだけ動画の方も毎日配信できるようにまとめておりますので、よかったらねまた別の次の動画もね見ていただければと思います。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなくすべて無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。